こんにちは、チームマダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はメルセデス・ベンツのショートトピック、ポルシェ博士とダイムラー・ベンツをお届けします。ネオクラシックで絶大な人気を誇る W124 シリーズ、その中でも通称ポルシェラインと称される500シリーズは未だマニア垂涎のモデルですよね。やはりポルシェとメルセデスのコラボ作品であるということが一番の人気の理由ではないでしょうか。ところが歴史を振り返れば、ブランドコラボレーションといった企業同士の協力関係ではなく、あのポルシェ博士自らがメルセデス・ベンツを開発していたことを皆さんご存知でしたでしょうか。そうなんです。ポルシェ博士は自分自身で起業する前、後のダイムラー・ベンツとなるダイムラー・モトレン・ゲゼルシャフトで取締役設計室長として車の開発に携わっていたんです。今回はダイムラー在任中のポルシェ博士にスポットを当て、開発したモデルやその後に起こるエピソードなどを駆け足で解説していこうと思います。1899年、当時のオーストリアでハイテク企業として知られていたローナーベルケ社でフェルディナンド・ポルシェの才能は開花することになります。もともとは電気技師として活躍していたポルシェでしたが、世界初の前輪駆動自動車の開発、そしてハイブリッド電気自動車ローナーポルシェを入社早々から矢継ぎ早に開発します。特にローナーポルシェは当時注目を集めていた電気自動車、すなわち EV の欠点である航続距離を補うシステムとして世界中から注目されました。しかしあまりにも高額だったため、ごく一部の富裕層しか購入することはできず、合計300台の生産をもって終了します。そのような事情もあり、ローナーベルケ社の財務状況はみるみるうちに悪化の一途をたどります。それはポルシェの要求する高額な研究開発費を賄いきれないことを意味していました。こうしてポルシェはわずか5年という短い期間でローナーベルケ社を去り、しばらく浪人生活を送っていましたが、1906年、彼にとって新しい転機が訪れます。ポルシェの非凡な才能を早くから見抜いていた当時のオーストリア総領事、エミール・イェリネクは、ポルシェの境遇を知るや否や、ダイムラー・ベンツの子会社であるオーストリア・ダイムラーに職を斡旋します。実は、このエミール・イェリネク総領事、ただの外交官ではありません。無類の車好き、レース好きでも知られ、また、商才にも長けており、フランスの銀行にお金を出させ、ダイムラー・ベンツ初のディーラーを開業します。実は、彼の長女の名前はメルセデス。そうなんです。メルセデス・ベンツのブランドネームはこの娘さんに由来しているんです。まさに、ドイツの自動車を語る上で、欠かすことのできない偉大な人物の一人ではないでしょうか。話はそれましたが、フェルディナンド・ポルシェは、この新天地でも華々しく活躍します。乗用車、航空機エンジン、スポーツカーの開発などとどまることを知りませんでした。彼の最初の飛行船や飛行機用の航空機エンジンは、1908年にはすでに登場していました。そして、時代は第一次世界大戦へと突入していくのですが、オーストリア・ダイムラーも例外ではなく軍需工場の様相を呈していきます。しかし、ここでもポルシェはその才能を遺憾なく発揮し、ラントベイア列車というガソリン電気駆動の列車を開発します。これはガソリンエンジンで発電した電力で、モーターを駆動するという画期的なものでしたが、さらに道路と線路の複数セクションを走行できる双方向車両でもありました。1917年、ポルシェは数々の功績が認められ、オーストリア・ダイムラー社のゼネラルディレクターに任命されます。また、オーストリアへの貢献により、ウィーン工科大学から名誉博士号とフランツ・ヨーゼフ勲章の士官十字章を授与されました。第一次世界大戦終了後、ポルシェは軍事工場時代のストレスを爆発させるかのように、スポーツカーの開発に勤しみます。ほどなくして、2人乗りスポーツカー、サシャを開発、製造し、自らのドライブでクラス優勝を成し遂げます。その後も、スポーツカーの開発とレースの参加は続き、52回の参戦で
51回優勝という華々しい成績を収めました。ちなみに、この時期に、ポルシェはチェコスロバキアの国籍を取得していますが、それは、海外でのレースに支障なく参加できるというのがその主だった理由です。それほどまでに、レースに打ち込んでいたんですね。しかし、敗戦国の企業であるオーストリア・ダイムラー社は、とてもスポーツカーの開発に割く予算があるわけがございません。しばらくは傍観していた取締役会も、ついには堪忍袋の緒が切れてスポーツカー部門の予算を大幅に削減します。こうして、ポルシェは17年近く勤めた会社を去ることになりますが、ちょうどその頃、親会社のダイムラーでは開発責任者が不在ということもあり、ポルシェは迷わずリクルートすることになりました。1923年4月、フェルディナンド・ポルシェは、後のダイムラー・ベンツとなるダイムラー・モトレン・ゲゼルシャフト、略称 DMG に取締役設計室長として迎え入れられます。そこで与えられた使命は、高品質の乗用車で、メルセデスブランドの未来を形作ることでした。ポルシェはこの使命を果たすため、早速研究開発に取り組みます。特に彼の興味を引いたのは、スーパーチャージャーの研究開発でした。そして、翌1924年には、早くも新型車をベルリンモーターショーで発表します。それが、6気筒 6300cc のモデルにスーパーチャージャーを取り付けた、メルセデス24、100、140HP なんです。このモデルは後に、メルセデス・ベンツタイプ630と呼ばれますが、高級乗用車でありながらレーシングカーの世界でも一躍名を轟かせることになります。ちなみに、このモデル名なのですが、識別番号24の後に、通常は100馬力、スーパーチャージャーで下級された馬力が140馬力になるという意味が込められています。また、この1924年には、もう一つ大きな仕事をポルシェは成し遂げています。それは、別に開発していた2リッターのスーパーチャージャー付きのメルセデスの設計が評価され、シュトゥットガルト工科大学から工学博士の称号を授与されることになります。したがって、この頃を境に、ポルシェ博士の通り名が一般的となりました。一つのプロジェクトを成し遂げるだけでも大変なのに、まさしく八面六臂の大活躍。もちろん、この後も、メルセデス・ベンツ W06 に代表される、メルセデス・ベンツタイプ S、SS、SSK の開発、そして、ダイムラー・ベンツ初となる8気筒も設計されました。ダイムラーのポルシェ博士。この名声は、世界に広く知られることになりましたが、時代はそれを許しませんでした。1920年代、長引く不況の中で、ほぼ全ての自動車メーカーが生き残りをかけて戦っていました。それは、ダイムラーも例外ではなく、ドイツ銀行はダイムラーとベンツの合併を半ば強引に進め、1926年6月28日、ダイムラー・ベンツ AG が設立されることになります。この合併により、ポルシェ博士の社内的立場は急激に弱体化し、批判の矢面にさらされることになります。それは、開発したモデルの故障率から始まり、トラックモデルの財務上の失敗、莫大な研究開発費、会社に対する多額の金銭的負債などが挙げられました。1928年末、取締役会と監査委員会は、ポルシェ博士との雇用契約を延長することなく打ち切ることを決定します。ポルシェ博士は、終身雇用を期待していたため、法的な争いが起きましたが、1930年の和解によりこの問題は終了しました。ポルシェ博士は、この一連の騒動により独立を決意し、1930年、自らの名前を冠した事務所を設立します。こうして、今のポルシェがスタートすることになりました。ポルシェ博士は、常々、歴史を作るのはテクノロジーではなく、それを発明した人々です。と語っていたそうです。まさに、その言葉通り、偉大な発明家であり、車をこよなく愛したポルシェ博士。1934年には、アウトウニオンに開発を依頼された、ポルシェタイプ22がレースデビュー。そのクラスの全てのレースを制覇しましたが、ダイムラー・ベンツもすぐに対抗するレーシングカーを投入し、熾烈な戦いが世界のサーキットで繰り広げられたことは言うまでもありません。以上で、駆け足ではございましたが、
ポルシェ博士とダイムラーベンツの歴史を振り返ってみました。最後は銀行主導の合併のためたもとを分かつことになりましたが、メルセデス・ベンツが今でもフォーミュラ1などのレースに熱心なのは、ポルシェ博士の残した DNA が生き続けているからかもしれませんね。それでは次回またお会いしましょう。